皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はトランプ大統領の動向について取り上げていきます。現在アメリカのトランプ大統領が行う政策は非常に大きな影響力を持っています。それはアメリカ国内の政策ではなく、積極的に外交政策、そして軍事政策が他国にも大きな影響を与えるからです。つい先日行われたアメリカ軍によるベネズエラ攻撃はマドロ大統領夫妻を拘束し、ベネズエラの実質的な運営をもトランプ大統領が握ろうとしています。暫定大統領ロドリゲス氏はトランプ大統領の意向を受け入れる形で政権運営を行うことを発表しています。そうしたこともあって、これまでベネズエラ産の石油は主には中国に輸出されていたのですが、国際市場に戻ってくることとなります。トランプ大統領によれば、最大5000万バレル分の原油をベネズエラからアメリカへと引き渡しが行われることを発表しました。ベネズエラの老朽化施設ではなく、アメリカの施設でこの原油を処理することがアメリカの国益にもなるし、またベネズエラの宝の持ち腐れ状態を解消するとしています。ちなみにこの5000万バレルという量は基本的には大きな量ではありません。ただし、政治的や経済的な意味においては違う意味を持ちます。まず第一に国際市場に出てこなかったものが国際市場に出てくるようになる。それがこれからどんどんと増えますよという、いわばスタートの意味を持ちますから、最初の一歩が小さかったとしても、この後国際的な影響力は徐々に増していくものとみられます。世界市場における原油価格の下押し要因ともなり、少なくとも1バレル100ドルとか120ドルのような高値を追うような展開はちょっと考えられないこととなります。そうした意味では、エネルギーを輸入に依存している日本などは、国際市場価格が安定化することは基本的にはプラスです。また、市場価格がある程度の値段で抑えられるというのであれば、ロシアのような戦争資金を原油から得ている国の場合だと頭打ちとなることとなります。ただし、このベネズエラ産の石油についてなのですが、そこから得られたお金は基本的にはアメリカ産の製品をベネズエラが買うことに用いられるのだとしています。トランプ大統領は言葉通りアメリカの利益に直結するようにこのベネズエラの資源を使うと宣言しています。アメリカ国民としては有言実行という意味において共和党の支持者はこれを歓迎するでしょう。またベネズエラの国民にしてみると、もともと中国にどっちみち搾取されていたものですから、たとえ高コスト製品であるアメリカ製品を買うことになったとしても良くなるのは間違いありません。そして石油の流れが変わることによって中国が打撃を受けるというのもあるのですが、もう一つ影響を受ける国があります。次に侵攻するんじゃないかと言われているような国、コロンビアではなくて、まずは直接的にベネズエラ産の石油に頼っていたキューバが危機に陥ると見られています。トランプ政権としてはキューバを直接的に何かしようという話はしていません。なぜならば、ベネズエラ産の石油が入ってこないようになれば、それをもってしてキューバはエネルギー危機に陥り、自壊するだろうというふうに見ています。手を下すまでもなく、国民の不満が高まりすぎて、もはや政権を維持することも困難になるのではないかと見ているわけです。そしてベネズエラ関連では、影の船団と呼ばれるような制裁を免れる形で石油を輸出していたタンカーをアメリカが2隻拿捕しました。1隻についてはアメリカに拿捕されることを恐れて途中から船籍をロシアへと変更し、この船はロシアの影響下にあるんだからアメリカは手を出すなというメッセージを発しました。しかしこれは航行途中の船籍変更は基本的には認められていないといったこともあって、アメリカは途中でロシアに変更したとしてもそれは関係ないとして拿捕を強行しました。基本的にベネズエラに対する海上封鎖的な勢いといったものはしっかりと今も機能しているものとみられます。さて次に取り上げる話題はトランプ大統領の軍事力の増強政策です。現在でもアメリカの軍事予算は世界一といった状態がもう昔からずっと続いてきました。しかしここに来てさらに拍車をかけることとなります。現在アメリカの国防予算は140兆円。これを 50% 以上の増加、230兆円まで増加させようという案をトランプ大統領が発表しました。ドルベースで言うと、現在の国防予算は約9000億ドル。これを 1.5 兆ドルまで増加させようというのです。ものすごい勢いで増加させるということもあって、ちょっと一体何に使うのか現在のところ判明はしていませんが、とにかく全方位で米軍を強化することは間違いありません。じゃあ
50% も予算を増加させるにあたってお金をどっから引っ張ってくるのか。トランプ大統領はトランプ関税で得た収入をもとにしてこの軍事費を充てるのだとしています。ただし9000億ドルから1.5 兆ドル、この間6000億ドルがあります。この6000億ドルのうち半分、トランプ関税は3000億ドルあると言われています。残りの部分どうするかについて具体策としてはトランプ大統領の方針にそぐわない国際機関からの脱退を発表しました。トランプ大統領66の国際機関や条約からの脱退や資金拠出の停止を指示、パリ協定前提の条約など、トランプ大統領は国際的枠組みパリ協定の前提となる国連気候変動枠組み条約や国連人口基金が含まれる国際連携へのアメリカの関与が弱まる可能性が高い。ホワイトハウスの発表によると、対象にはジェンダー問題に取り組む国連女性機関や温暖化に関する科学的根拠を示す気候変動に関する政府間パネル IPCC なども含まれる。ホワイトハウスは声明でアメリカの独立性を損ない非効率で敵対的な計画のために納税者のお金を無駄にする国際機関への参加を終わらせると主張した。気候変動に対してはトランプ大統領はこれはでっち上げであるとして明確に反対の姿勢をこれまでも示してきました。そうしたこともあって関連の国際機関から一気に脱退するというわけです。またそれだけではなく、アメリカに直接関わらない福祉関係の話題に関しても、これらについてはアメリカの富を吸い尽くすような動きであるとして批判的な立場を取ってきました。今回はそうしたこともあって、アメリカが正式にこれらの国際機関から脱退するというわけです。なお、加盟するときには議会の動きが必要なのですが、脱退に関しては大統領の意向で決められるそうです。ですから、こうした動きを議会で止めることはできません。これらの国際機関なのですが、参加している機関においては、拠出国の中でアメリカはトップであることも多く、今回の脱退に伴って各機関は予算の大幅な削減を迫られることでしょう。当然のように活動そのものも縮小することとなります。ただ、先ほども述べたような軍事予算を 50% 増加させるにあたって様々なところで支出を削減しなければならないという話にも直結する話題でもあります。世界のためにお金を使うのではなく、まずアメリカのためにそのお金を集中的に使おうというトランプ大統領の意向が示されているわけです。ちなみに現在のところ分かっている使い道としては、軍事兵器の大量生産にお金を費やすものと見られています。そのためにトランプ大統領はアメリカの軍需産業に対しても非常に強いメッセージを発しました。主に伝統的な軍需産業メーカーに対して3つの要求を突きつけています。設備の大幅な拡充・近代化が行われていないのであれば、株式配当を禁止する。第2に自社株買いの禁止。第3に役員報酬の規制。つまり、本業である、どんどんと作れるように、どんどんと開発できるようにお金を使うべきであり、株主向けのお金の使い方は改めろというわけです。自社株買いをするのは基本的には株価対策になりますし、配当金を出すのもまた株主に対するお金です。こうやって国が求める生産能力に達していないにもかかわらず、株主にばっかり金を使うなというわけです。こうした注文の付け方によって、アメリカの軍需産業は大幅な増産にお金を振り向ける可能性が高まることとなります。最近の例では、地対空ミサイルのパトリオットミサイルがこうした増産要求に対する答えを出しています。ロシアによるウクライナ侵攻の前、パトリオットミサイルの生産数は年間で350発程度だと言われていました。1日1発ぐらい作るぐらいで十分な需要を満たしていたと見られています。しかし、本格的な侵攻が行われ、しかもその戦争が長期化するに伴って支援するときにもパトリオットミサイルは弾の補給なども含めて消費量が大幅に増加しました。また、ヨーロッパにおいては再軍備宣言を行って軍事予算が大幅に増加していきます。これに伴って防空体制の強化、そしてすでにパトリオットミサイルのシステムを導入している国においてはもっと弾薬を必要とし、生産メーカーには注文が入っているわけです。これに伴って、ロシア軍による本格的な侵攻前に年350発だった生産量は
最大で年2000発の生産数を目指して生産設備の増強が図られるそうです。ちなみにパトリオットミサイル PAC3 の場合だと1発あたり約5億円だと言われています。年間2000発というのをどれだけの国が買うかといえばアメリカの場合だと作った分を全部吸収したとしても全く気にしないぐらいのレベルまで予算が増えることとなります。ちなみにもう一つお金をものすごく食うであろうという計画も立てられています。これは来年の話ではありませんが、トランプ大統領は今の軍艦の100倍強力であるとしてトランプ級戦艦という構想を掲げました。トランプ級戦艦、戦艦という名前がついていますが、昔の戦艦だと大型の砲塔を搭載しているものを想像しますが、トランプ大統領が言っている戦艦というのは、そうした大型の砲塔ではなくて、巨大な軍艦、強力ですよというのを言うがために戦艦という名前を付けているそうです。ですから、軍事的な分類としては、トランプ級ミサイル戦艦というのが、一番合っているだろうと言われています。主力の攻撃兵器はミサイルです。そうしたミサイルだけではなく、新しい技術としてレーザーとレールガンを搭載することから、このトランプ級戦艦がアメリカ海軍の主力になるというのがトランプ大統領の考え方です。ちなみにこのトランプ級ミサイル戦艦1隻あたりの値段は、おおよそ原子力空母と同様の1隻あたり1兆円程度を見込まれているものであり、最終的には20から25隻、つまり最大で25兆円程度の予算を必要とする計画だというわけです。日本の防衛予算が約9兆円ですから、トランプ大統領の言うミサイル戦艦20から25隻の黄金艦隊と自称するものは、とんでもない金食い虫だというのは間違いありません。ちなみに1隻あたり1兆円ぐらいかかるだろうと言われているこのミサイル戦艦ですが、現在の軍事情勢から言うと、攻撃兵器である対艦ミサイルの性能上昇に伴って非常に危険だろうと考えられています。現在でも空母には必ず守るための護衛艦などもたくさんついてくることから、ミサイル級戦艦についても同様にして、戦艦と名前がついているんだけども、戦艦を守るための護衛艦がたっぷりつくような形になるかもしれません。そうした実情を考えると、実際的には余裕を持った戦艦を別に再設計するだけでいいんじゃないかなと、ちょっと私は思ってしまうのですが、トランプ大統領としては巨大戦艦が欲しいのかもしれません。ちなみにトランプ大統領の任期のことを考えると、トランプ級ミサイル戦艦20から25隻は、とてもではありませんが、作れるわけではありません。そのため、次の大統領になれば、この計画については全てなかったことになるかもしれません。ただし、その場合においても、レーザーとレールガン、この2つの新兵器に対する開発予算は潤沢につけられるでしょうから、当然そのような技術の応用はされていくわけです。このようにして基本的には軍事力の増大といったものを一体何に使うかについてです。基本的にトランプ大統領の西半球におけるアメリカ勢力圏の拡大構想、ドンロー主義については前回解説を行いました。おそらくは強力な軍事力を背景にして自分の思いをどんどんと達成しようと考えているでしょう。すでに地球一の軍事予算で間違いなく地球一の軍事力を持つアメリカですから、その軍事力を背景にした外交には恐ろしい威力があります。その圧力に屈するかどうかという点で今注目されているのがグリーンランドであり、軍事力を行使するかもなと言われているコロンビアやパナマといった国々は、今後も十分に特別軍事作戦の対象になりかねないというわけです。ちなみにトランプ大統領はこれらの国々だけではなく、カナダについてもアメリカ領の一つにしたいなというような話もしていることから、従来の枠組みで考えていると、トランプ大統領の行動を受け止めきれないかもしれません。ちなみに、アメリカがベネズエラに対する攻撃を実施した際に、アメリカは世界の警察に戻ろうとしているのかとコメントしている方がおられました。しかし、トランプ大統領が行おうとしているのは世界の警察としてのアメリカではなく、アメリカの権益を拡大しようとする野心そのものです。トランプ大統領の2026年に入ってからの行動といったものは、おそらく後世の歴史においても必ず大きな転換点の一つとして数えられるようなものだと思います。というわけで今回の動画はここまで。アメリカトランプ大統領の動向、ここ最近の目立ったものについて
解説を行いました。それらについてはかなりアメリカ国内の事情というよりも、アメリカ国外の国際情勢に対する影響が大きいものが非常に多く連続しています。あなたは今回の話を聞いて、アメリカトランプ政権が今後どのような動きをすると予想しているか、ぜひともあなたの考えをコメントしていってください。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は、スーパーチャットや私の活動を支えるメンバーへの加入をぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。